ですね。それで色合いを調整できればいいかなと。こんばんはです。今回は前回整備した鉄コレの JR 四国線形気動車の動力車を整備します。動力ユニットは鉄コレ用の純正品を使用します。鉄コレ用動力ユニットには床下機器がありません。鉄コレの車両の床下パーツを動力ユニットの同じ箇所へ移植していきます。動力車には座席パーツは使用しません。次に車端部にスペーサーを取り付けます。サイズが大、中、小と3種類あるので、使用するカプラーなどに合わせて選びましょう。今回は一番小さいサイズのものを使用しました。動力の動作チェックと室内灯の導電箇所を確認します。モーターから車端部側へ伸びた金属部分から終電できそうですね。動力ユニットに組み込むテープ LED の点灯確認を行います。先ほどのモーター横の金属部分に LED にハンダ付けした銅板を差し込みます。ボディを戻していきます。テープ LED が不安定な場合は、モーター上部にプラ素材などでかさ上げ固定するといいと思います。点灯テストを行い、試運転へと移ります。前回整備したトレーラー車と連結させてレイアウトに並べました。左側がトレーラー車で右側が動力車となります。点灯させてみて照明の色合いの違いに気づきました。同じ LED を使用していますが、緑色の座席パーツの有無が照明の色に影響していますね。これは動力車側の LED に若干緑を差し込んだプラ板を重ねるなどで色合いを合わせていけばいいかなと考えています。トレーラー車の通電状況があまり良くないですね。これは要調整ですね。今回は鉄コレの JR 四国線形気動車の走行化と室内灯の整備を2回に分けてお届けしました。お
計に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。